皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画はですね、登場したら興味深いカメラ、レンズ、ニコン編という話で、いろいろね、こう妄想をどんどん広げていってですね、その中からまあ一つ二つぐらいは商品化してくれたら嬉しいな、ニコンさんみたいな話をですね、ざっくばらんにちょっとね、もしも登場したらトークとして楽しんでいただけたらと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めまして、じまでございます。早速画面切り替えておりますね。登場したら興味深いカメラ、レンズ、ニコン編といったところで、すでにニコン Z シリーズにはですね、Z30、50、FC、F で5、6、7、8、9というナンバリングで、カメラがね、数多く登場しています。で、その中でも、いやこういったカメラが出ると嬉しいなっていう、もちろん後継機としてね、今 Z52 とか52、63、72とかね出てますけども、後継機もぜひ出てほしいなとかね、そういったところも含めていろいろお話できたらなと。ぜひ皆さんもね、ニコンからこういったカメラレンズが登場してほしいなみたいなものがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画の目次です。一つ目、コンデジ。ニコンからね登場してくれると、復活してくれるとって言った方がいいかな。別に終了したわけではないんですけど、実際のところクールピクスの A シリーズとかね最近出てきてないしと。で2つ目が高画素版の ZF、 これは結構要望多いんちゃいますかっていうところと、3つ目はフルサイズの Vlog カメラ、Z30 というものがあって、パワーズームがフルサイズ版で出てきて、今後フルサイズのパワーズームのコンパクトなものが出るとか、あとはZ シネマに対応しているような、意識しているようなカメラがフルサイズ版動画機としてね Vlog とかで出てきてくれると面白いかなと。で4つ目は D500、これはちょっともう可能性薄くなってるかもしれないですけど、レフ機のねすごく人気の D500 っていうカメラがあるんですよ。 APS-C の DX フォーマットのカメラですごくハイエンドというかね、こう能力の高いカメラがあるんですけど、それのZ マウント版 Z52 とか Z52 がかなりね、攻めているスペックにはなるんですけど、もし出てくれるんやったらね欲しい人も多いんちゃうかな。ただこれはもう Z52、52をね見てるとちょっと可能性は低いかなと。で5つ目がニッコール Z レンズのスペシャルエディション。今スペシャルエディションって28と 40mm のみにはなるんですけど、他にもスペシャルエディションって増えてくれてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってたりもするので、そのあたりねお話できたらなと。で最後に後書きでやっぱこう思うよねみたいなところを、皆さんとねお話できたらなというところでございます。ではまずコンパクトデジタルカメラですね。コンデジの話です。多くのねインフルエンサーさんなんかも発信されていて、もうすでに期待している方もね多いのがニコンのコンパクトデジタルカメラですね。クールピクスというシリーズがありまして、コンパクトデジタルカメラはニコンから登場してはいました。ただ今はレンズ一体型のシリーズとしてクールピクスって超望遠にかなり力を入れてるんですね。ここ最近であればクールピクスの P1100 みたいなものが登場したりとか、現行品としてはクールピクスの P シリーズがのみかなみたいな感覚です。ただちょっと前にですね、このコンパクトデジタルカメラのクールピクスシリーズには A シリーズというものがありました。でそれ以降長らく登場していないんですね。このクールピクスの A1000 というものがあって、クールピクスの P1100 が出たのであればクールピクスの A1100 が出てほしいなみたいなねところがなんとなく感覚としてはあったりします。ただそうですね、Z30 に26の F2.8 とかをつけていれば、同じように、コンパクトなね、クールピクスの A シリーズほどコンパクトではないですけど、十分コンパクトな撮影が楽しめるようには今なっているので、出てきにくいかもしれないんですが、もしね出てくるんであれば出てきてほしいなっていうのがなんとなくね、やっぱないっていうのは寂しいから、現行品としてね、旧製品としてはあるけども現行機種としてクールピクスの A シリーズがないっていうのはねちょっと寂しいかなっていう風に思っちゃうところがありますので、ぜひね登場してきてほしいなっていう風に思います。今の時代ねコンパクトデジタルカメラってスマートフォンがねどんどん進化してきてて、活躍の場をね奪われておりますし、市場は縮小傾向だと。ただ、高級コンデジっていうジャンルに
振り切ると結構ね活路はあります。ただそうなってくると、じゃあクールピクスのね新しい A シリーズで出てくるニコンの高級コンデジが30万とかすると ZF 買えばええやんって言われてしまうかもしれないんです。だから難しいは難しいんですけどね、富士フイルムの X100 シリーズとかリコーの GR シリーズ、ライカの D-Lux シリーズとかね、高級コンデジっていう市場ですね、高級コンパクトデジタルカメラの市場っていうものはすごい熱があるので、そこにぜひねニコンも入り込んでくれたら嬉しいかなっていうふうには思っちゃいますね。あとは富士フイルムのラージフォーマットを採用した GFX シリーズ RF やったかな、 100RF やったかなっていうカメラも登場してたりと、いわゆるラージフォーマットってフルサイズね、もうあんなドーンってでっかいフルサイズよりも大きいよね、センサーサイズってものを搭載して、それを言うたらクロップでどんどん切り取っていきましょうよっていう、別にでもレンズ交換式ではないんで一体型ではあるので、そういった切り口で DFX シリーズをコンパクトとは言い難いですけど、ラージフォーマットを搭載している割にはコンパクトだなっていう、レンズ一体型にしてしまえばいいじゃないかっていう発想の転換とかね、どんどん最近は面白いカメラも登場してきているなっていうふうに思いますね。ただあえてニコンのコンデジに期待する理由はあるのって言われてしまうと、別にニコンからコンデジ出てくれってねお願いするよりかは他のメーカーのコンデジ使えばいいんじゃないと。なんでかっていうと、コンパクトデジタルカメラの魅力ってレンズが交換できない、交換せずにいろいろ撮影が楽しめるっていうところなので、言ったら Z マウントのレンズ資産、 F マウントのレンズ資産なんて関係ないんですよね。なのでコンデジだけは別メーカーのものを使えばいいんじゃないっていうのが一つの魅力でもあります。ただやっぱりね、ニコンのコンデジを使いたいっていう、ニコンのこのなんていうの、推し活じゃないですけど、ニコンのコンデジを使いたいっていう思いがありますので、ぜひね、せっかくコンデジ買って使うんやったらニコンがいいなーっていう風に思っちゃいますので、別メーカーを選ぶチャンスではあるんですけど、ぜひね、ニコンから登場してきてほしいなっていう風には思ったりもします。もし今の時代にニコンから高級コンパクトデジタルカメラが出たとしたら、ポケットサイズでいろいろできることを考えると、やっぱ15万が入り口だと思います。10万を下回ることはないと思うし、わざわざ今のねカメラ動画市場の中でニコンが10万円を下回るカメラを出す理由もないんですよね。若年層に向けたっていうのはあるかもしれないですけど、レンズ付帯率に貢献しないんで、コンパクトデジタルカメラってニコンのそのファン層を教育していく分にはいいですけど、なんていうかな、そのレンズをもっと交換レンズで購入して利益を上げていくモデルではないので、コンデジって。なのでそんなに積極的に作る必要はないのかもしれないなっていうふうには思いますよね。ただあまりにも高価になってきて、例えばですよ、クールビクスの A シリーズの後継なんかが出た時に、例えば30万ですとか言われたら、それやったら ZF とか Z30 に26の28くっつけて、ちょっと大きくて重たいけどレンズ交換ができるなんちゃってコンデジとして Z30 使うよっていう方もね多くいるかもしれないので、どうなるかっていうのは正直わからないですが、今回の動画のねそのテーマというか狙いとしては、こんなカメラレンズがニコンから出てくれると嬉しいなっていうちょっと妄想を広げる話になりますので、ぜひ、ニコンのコンデジっていうのも出てほしいかなっていうのが一つ目の話でございます。2つ目は高画素版の ZF。 今 ZF っていうねヘリテージデザインを採用したミラーレスのねカメラとして、人気です。有効画素2450万画素のカメラとして存在していてですね、ものすごく実はコストパフォーマンスが高いカメラ、今 Z52 が出たんでコストパフォーマンス重視は Z52 になるかもしれないんですけど、キャッシュバック含めると結構23、4万ぐらいでね買えたりもする ZF というカメラがあります。すごくね人気のものにはなるんですけど、結構声として上がるのは高画素版が欲しいなっていう、ないものねだりというかね、初め ZFC が出てきて、Z シリーズにフュージョン融合したカジュアルっていうねところが出てきて、カジュアルでなくてよかったのになみたいな話があって、操作系もいろいろ気になるところがあるなってなって ZFC からZF っていうねバトンタッチがあって、 ZF がねものすごく削り出しのね作りであったりとか、すごく高品質なものになってたりとかしてですね、人気が出てはいるんですけど、その次に ZF 人気なのはわかるけど、
やっぱ2450万画素が引っかかってしまうっていうねユーザーさんもいらっしゃるんですね。でそういった時にやはり高画素でまあ4500とかねそのあたりの画素数として登場してくれることによってまあいわゆるつけっぱなしの単焦点でさっきのね、GFX の 100RF みたいな使い方のような形で26、28とか40とかのレンズ薄型単焦点を39とか42とか60とかの画角で切り出すことを FXDX でポンポンって切り替えて気軽にできる。もちろん2450万画素でも FXDX 一発でね切り替えることはできるんですけどもだいたい1100、300万画素ぐらいになっちゃうんですよ。1000万ちょっとぐらいになっちゃうので A3 での印刷ってなると若干ね画素数的にも厳しかったりしますので、2450万画素の取り回しの良さってのはあるんですけど選択肢として4571とかやったかな、高画素の XP の7世代目の機種と同等の画素数のモデルも出てきてくれたら嬉しいかなって思いますね。Z シリーズではやっぱり高品質なニッコール Z レンズが数多くありますのでクロップ撮影時のこのね EVF のね覗いているところとかハイメイク焦が DX で切り替えた時にもうなんていうの F マウントはここまで F マウント FX はここまで DX はここまでっていう切り取り方ではなくても FXDX でバンって画面全面がね FXDX に切り替わるっていうのはやっぱミラーレスの魅力かなと OVF と EVF の違いはやっぱここにもあるなっていうところがあったりしますので積極的にやっぱり切り取りたいんですよね。でそうなった時に1100万画素でも十分印刷には耐えてくれるんですけど、やっぱりある程度ね画素数ってものを意識した時に高画素ってものがあるとより長期的に使えるんじゃないのかなっていうふうに思います。で結構いろんなメーカーさんがものすごく売れている機種コンデジ含めてそういったものに関してはなんか特殊フィルターがね入った効果が、加わったモデルであったりとか高画素版であったりとかをどちらかというとなんかマイナーチェンジとまでは言いませんけどちょっと人気が続いてお声皆さんのユーザーの声にお答えして高画素版出しましたみたいなところも時々あったりしますのでぜひニコンもねこういった ZF めちゃくちゃ売れてますしどっちかっていうと長期的に選ばれるカメラだと、デザイン含めてね飽きのこないしかも機能的にもものすごく優秀なカメラなので長期的に使えるカメラになりますので、高画素っていうものがあると選択肢の一つになるしこれはニコンさん側の話ですけど多分単価アップにもつながります。ZF の高画素になってくると多分ね30万では無理ですよね。2450万画素が30万弱ぐらいで出しているのであればZ63 が43万でしょ Z72 が45、6万前後ぐらいなんやったらせめて40万前後ぐらい45までいくかもしれないですけど出せるということを考えていくと高単価にもつながるんじゃないのかなってちょっと思っちゃいます。で3つ目ですね。今のが2つ目で3つ目のフルサイズの Vlog カメラです。これはニコンのね動画に対する考え方にはなるんですけど先日のねニコンの決算資料なんかでも動画市場っていうものは今後もさらに力を入れていくというところがあってでそうなってくるとそのレッドのねレッド買い取ったというところがあってコモドとか V ラプターとかそのあたりをもうレッドに任せきるのかカメラ側は、Z9 とか8があります63もありますけどなんかもっと動画にねすごく最適化されたデザインという形でフルサイズ版の Vlog カメラであったりとかフルサイズ版の動画特化のカメラが出てきてもいいかなって思うんですね。で今のところ Z30 というカメラがこのカメラなんですけど EVF ね上のファインダー部分取っ払ってるカメラとして、動画、Vlog with ニコンみたいな形で Vlog をニコンで撮ろうねみたいな、立ち位置として出てきているんですがそれのフルサイズ版ですね DX の1228がありますがフルサイズ版の PZ の F4 の28135が出てきてるんです。ただそれって結構本格的なパワーズーム採用しているレンズなのでどっちかっていうと Z9 とか8とか63とかそういった結構パワフルなカメラに向けたものじゃあもっと手軽なパワーズームとかを今後出していくのであればなんか Z シネマグループとして Z シリーズの動画に強いそれが Z63 かもしれないんですけど何かしらねそういった Z30 のフルサイズはもうシンプルにこれがフルサイズになる形
なので Z30 って Z50 のスライドで出てきているもので、おそらく Z32 が出るのであれば Z52 の中身をスライドして出てくると思います。じゃあ Z3 の30のフルサイズ版でカッコ仮ですけど Z3 カッコ仮ってものが出るのであれば Z52 をもう単純にスライドして出てきたら、結構ねEVF なしのモデルも人気出るんじゃないのかなっていうふうにして、さらにコストを抑えれるでしょうしねっていうところがあったりもします。ニコンはねそのファインダー EVF がすごく綺麗っていうのが魅力の一つではあるんですけど、なしのモデルもあってもジンバルのこととか考えるとねありなんじゃないのかなっていうふうには思ったりもしますので、ぜひねフルサイズ版の動画に強い Z シリーズ、今もすでに存在してますけど、もっとなんかデザイン含めて動画側に振り切っているデザインがあっても、12ビットの N ログがね入っているとか Z52 でびっくりした点って、多分 Z30 Z3 が出てきても使える機能だと思いますし、このピクチャーコントロールのところから録画ボタンに変わるだけでいいと思うので Z3 っていうのも選択肢としてはありなんじゃないのかなっていうのは思っちゃいますね。で次ですね D500 の Z 版かな。今3つ目まで行きました。コンデ G、 2つ目か、コンデ G でZF の高画素フルサイズの Vlog、 4つ目が D500 の Z 版ですね。これはねもうねちょっとかなり期待薄になってますね。そもそも D500 というカメラはレフ機のね一眼レフのニコンのカメラにはなるんですけど、PSC です。DX フォーマット搭載のカメラなんですが、操作系とか全体的に結構フルサイズの上位機のモデルをリスペクトしていて、使い勝手はかなりハイエンドなモデルなんですね。それが、Z シリーズでも出てくれると面白いかな。どっちかっていうと、Z シリーズではAPS-C DX フォーマットのセンサー搭載になってくると Z52 というものがあるんですが、どうしてもねサブセレクター省略されていたりであったりとか、右上のね情報表示のパネルがなかったりとかですね、結構コンパクトかつ結構省略されてるんですよ。いろんな背面の操作系が使いやすいっていうところはあるんですけど、どっちかっていうともう Z8、Z8 ぐらいの操作のしやすさ、ファンクションの数であったりとかを維持しつつ、センサーは DX フォーマットで、価格が Z8 が60万前後ぐらいしますやん。キャッシュバックとかのタイミングで53、4万ぐらいで買えますけど、それのざっくり半値で25万ぐらいで登場してくれると、これまた売れるんじゃないのかなとは思うんです。で25万出すんやったら Z52 が実売23万円ぐらい、フルサイズでね。で、ZF なんかも30万弱やから APS-C の DX 機に25万出すかなと思われがちだとは思うんですけど、やっぱりセンサーはもう DX で十分なので、その分連写であったりとかできることを Z8 とかに揃えてくれている方が嬉しいっていう方も野鳥撮影とかね、鉄道とか撮影される方に結構多かったりしますので、選択肢としてはあってもいいかなと。ただどうしてもそうなってくると高単価が別に狙えるものでもないので、言っても25、6万じゃないですか。で25、6万って私たちからすると高単価なんですけど、ニコンさんの決算資料からするとやっぱ平均販売単価の、低下っていうものがあると。Z52、Z52 出て売れてはいるからシェアは奪えるけど、その分単価ってものはどんどん下がってるよねっていうのが決算資料の中にありましたので、やっぱり40万、50万、60万とかのカメラレンズっていうものを売っていかんと高単価とは言えないのかなっていうところがあったりします。ただ D500 の Z 版が出ると一緒に超望遠も売れると思うんですよ。それが180、600かやったらあんま意味ないんですけど、100、400とか400、4.5 あたり、あとはそうですね663とか863まではいかなくてもいいかも、1200ぐらいになっちゃうからねっていうところがあるので、超望遠も一緒に売れるっていうことを考えると、結構出てくる意味はあるんじゃないのかなとは思いつつ、Z52 と Z52 がこんだけ完成度高くね出してくると、ちょっと諦めムードというかね出てこないんだろうなっていうのはちょっと思っちゃいます。でニコンさん側は別にそんな急いで出す機種役割ポジションではないので、本当に今後3年5年後とかにZ シリーズがちょっとネタ切れというかね、なんかそのある程度ラインナップ出し切って
なんかもう後継出てもそんなに進化してないよねっていうちょっと飽きられた時に強いリクエストにお答えして D500 の Z 版を出しますみたいなやり方出たとしてもそういったやり方してくるんちゃうのかなっていうふうに考えてたりもします。次、ニッコール Z レンズのスペシャルエディションの拡大ですね。これはね、まあちょっと趣味というかマニアの領域に入っちゃうんですけど、Z レンズというものがね、今純正でも40本以上登場してきていますが、ちょっとおしゃれなデザインのものもあったりするんですよ。スペシャルエディションっていうレンズなんですけど、28と 40mm であります。で、どちらも ZFC かな。28の 2.8 は ZFC。40mm の F2 は ZF が登場した時にレンズキットとして採用されたスペシャルエディション。通常モデルの黒一色のものに対してちょっとシルバーのね、ラインが入ったりとか、ちょっと懐かしい感じのね、雰囲気が伝わるレンズなんですが、これが今28と 40mm しかないので、他にもいろいろ登場してほしいかなっていう。で、これが例えば、まあレンズの長さ的にちょっと不格好になるかもしれないんですけど、声として多いのは35とか50の 1.4 シリーズ。例えば単焦点のレンズで、そういったスペシャルエディションが増えてくれたら嬉しいし、薄型単焦点でいくと26とかね、DX の24の17、そのあたりもスペシャルエディションとして登場してくれると、まあちょっとは単価上げれますやんっていうところがある。3000とか5000の話ですけど。なのでぜひね、こういったちょっと遊び心があるレンズ、今まではその S ラインであったりとか、標準ズーム、高倍率ズーム、超望遠とかね、マイクロレンズとか超広角とかいろいろ出してきた中で、性能特化、ものすごく高品質なレンズってものが多くて、結構そのなんかね、デザインもシンプルかつかっこいいものが多かったんで、今後は遊び心のあるスペシャルエディションで、2型ではないけど、まあ、マイナーチェンジでもないけど、ちょっとデザインを変えてですね、選択肢としてコレクション性なんかを出してもらうのも、一つのレンズ付帯率を上げていく、まあ、手段というかね、方法なんじゃないのかなって個人的には思ったりもします。なのでまあカメラとしては、まあ遅かれ早かれ待っていればですね、Z7 ですね、Z7、Z7-3 がまあ出てくるでしょう。今 Z7 がねあって、Z98F6 の3、52、52と X スピード7世代目が来て、今ナンバリングとしては Z73 カッコ仮と Z30 カッコ2カッコ仮と ZFC2 カッコ仮が言うたら X スピード6世代目としているんですよね。ここにX スピード7世代目がどのタイミングで入るのか。でもっと言うと Z7-3 は X スピード7世代目のまま単純に6000万画素とかの高画素、さらなる高画素に振り切るのか、4571万画素とかで X スピード8世代目が出た時に Z9 とかの機能を継いで出てくるっていうのも面白いと思うので、 Z7 の今高画素機の位置づけってすごく面白いなと。今の X スピード7世代のまま6000万画素に振り切るか、 X スピード8世代目が出た時に画素数としては4571の据え置きやけども、画像処理エンジンが新しい世代2世代飛んだよ、スキップしたよっていう出し方、どっちでもいけるなっていう風に思ってます。ただニコンとしてはコスって売っていけ、とにかく売り上げ作る山を、ちっちゃい山をどんどん立てたいと思うので、まあひとまず X スピード7世代目をなんていうの、在庫をどんどん使いつつですね、高画素で出すんじゃないのかなっていう、これがまあ濃厚ではあるんですけど、こればっかりはね出てみなわからんし、出てくるのがいつになるのか、今んとこニコン大体カメラ半年ぐらいで出てますよね。半年ぐらいのペースとか1年に1台ぐらい出てるかなっていう風に考えていくと、まあ今年の末とか来年の夏頃には何かしら、それが Z32 とか ZFC2 かもしれへんけどね、何かしらのカメラの登場を期待したいかなというふうに思います。このチャンネルではですね、カメラに関すること、写真に関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日はショート動画を挟んで毎日更新を続けておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また、写真集ジマチューブセレクトというものを作っておりまして、興味ある方ね、ぜひ概要欄にリンク貼っておりますので購入していただけると嬉しいです。あとはオンラインサロンジマチューブコミュニティですね、運営しております。日頃カメラとか写真に関する交流をしつつですね、月に1回ぐらいですね、
皆さんからご提出いただいたお写真に対してフィードバックお返しさせていただいてたりとか、あとは半年に1回ね、合同写真展として出展してたりもしますので、そういった時に一緒に出ませんかっていうね、オファーをサロンメンバー様にさせていただいたりとか、どちらかというと日頃の交流とか月1の動画を通じて、こういった写真を撮影続ける、撮り続けるモチベーションの維持に役立つオンラインサロンを運営しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、興味ある方はね、写真集とかオンラインサロンもご加入いただけると、ご購入、ご加入いただけると嬉しいので、概要欄リンクチェックお願いします。皆さんがもしニコンから登場してほしいカメラとかレンズがあれば、ぜひYouTube のね、コメント欄に書いていただけると嬉しいので、私はこういったカメラレンズが出てほしいのよを一言残していただけると、ハートマークいいね押しに行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。